こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート吉祥寺カフェ5選です。商業エリアと住宅街が着、幅広い世代が行き交う吉祥寺。長く親しまれてきた街でありながら、新しい店舗が加わり続け、表情が少しずつ更新されています。今回はそんな吉祥寺で登場したばかりの店舗を中心に、春だからこそ楽しめる食べ歩きにおすすめなカフェをピックアップ。それぞれが異なる役割を持ち、短時間の利用からゆったりとした滞在まで対応しています。ぜひ春の街歩きと合わせて変わり続ける吉祥寺の今を感じてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2026年2月吉祥寺に誕生しました話題のベーカリーショップペンギンベーカリー吉祥寺店。すでに前に進むペンギンの姿になぞらえ、いつ来ても焼きたてが食べられるベーカリーを目指して生まれたブランドです。北海道産素材にこだわった焼きたてパンを毎日約80種類取り揃えています。北海道生まれのブランドだからこそ、小麦をはじめ乳製品、野菜、豆類など地元北海道の素材を積極的に使用。素材の味を大切にしながら安心して食べられるパン作りを続けています。全国トップクラスの品質を誇る北海道産食材の美味しさを吉祥寺で気軽に味わうことができます。過去の動画で吉祥寺の美瑛というお店もご紹介していまして、そちらでも北海道の素材を感じることができるんですけども、そんなお店にも引けを取らないような、むしろ個性を放つようなお店になっていました。そんなペンギンベーカリーさんは品揃えにもこだわりがありまして、メニュー開発はスタッフのあったらいいなといった発想から生まれるとのこと。開発担当者をあえて設けないことで、現場の声から個性豊かなパンが続々と誕生します。そのため訪れるたびに新しい出会いがあり、ワクワクする品揃えを楽しむことができます。またいつ来ても焼きたてが楽しめるよう、その日の天気やシーンに合わせて少量ずつ何度も焼き上げているのも嬉しいポイント。実際にこの日の訪問中も列に並んでいる間に続々と新しいパンが焼き上がってきまして、トレーに取りながらあのパンを食べてみたいと思えるような、そんな空間作りがされていました。また連日行列ができていまして、冒頭でも映像で映していました通り、平日の昼間でも結構混んでいます。なので訪問の際にはなるべく時間に余裕を持って訪れてほしいです。また訪問時には店頭で LINE 登録をすることで割引券をいただけるような工夫もされていましたし、その案内もスムーズだったので、思っている以上にお得に楽しめるような工夫がされています。4月には横浜元町店もオープンしていまして、関東エリアも続々とオープンしていますので、もしかすると皆さんの身近なエリアでも誕生するかもしれません。それまでの間、ぜひこちらの吉祥寺店に足を運んでみてほしいです。さて今回は道産牛のカレーパンフォンデュ、北海道コーンパン、濃厚チーズ蒸しパンの3品をチョイス。まずは左手、道産牛のカレーパンフォンデュはサクサクとした生地の中にじっくり煮込んだホロホロの牛肉が入ったカレーたっぷりのメニュー。中央に映していました濃厚チーズ蒸しパンはペンギンと書かれた印象的な一品。ふわふわでしっとりとした口当たりでチーズのコクがしっかりと感じられる、そのままでももちろん冷やしても美味しくいただくことができるような、そんな一品になっています。もう一つ、北海道コーンパンはもちもちとした生地の中にコーンがぎっしり、少しの塩がアクセントになっていまして、コーンの甘みとのバランスも絶妙でした。続いては吉祥寺駅から徒歩3分、井の頭公園の程近くに佇むカフェレストランザッツライフ。2025年11月に吉祥寺で人気のバーガー喫茶チルトコの姉妹店として誕生しています。過去にそちらのチルトコさんもご紹介していますので、よかったら別の動画でも確認してみてほしいです。そんな姉妹店でありますザッツライフは、ピクニックフード&アイスクリームをテーマにしたお店。入り口にはお
巨大なアイスクリームのオブジェが置かれていまして、通りを歩くだけでも思わず足を止めたくなるような存在感があります。一方で店内に入りますと、アメリカンダイナーをイメージしたような空間が広がります。タイル張りの壁に鮮やかな黄色フレームのカウンター、赤いチェックの丸椅子がずらりと並びますポップでキャッチーな雰囲気です。カウンターや店内のインテリアにはレトロな小物も飾られまして、天井の装飾などインテリア一つ一つにこだわりを感じることができます。退店の際にはお土産としまして西洋絵画をポップにオマージュしたようなステッカーをいただくことができましたので、そんな工夫も嬉しいです。さて、こちらはこのお店で提供されていますメニュー。手書き風のメニューになっていまして、そんな遊び心を感じることもできます。そんなザッツライフさんで今回いただきましたのはチキンオーバーライスとメロンソーダフロート。チキンオーバーライスはニューヨークの屋台発祥の東南アジア風チキンオーバーライスを再現した一品。もう一つメロンソーダフロートは鮮やかなグリーンのメロンソーダにアイスクリームが浮かぶ見た目にも楽しい一杯。まさにアメリカンダイナーの雰囲気にぴったりなそんなメニューになっています。甘さとさっぱり感のバランスも良く、スパイシーなチキンオーバーライスとの相性も抜群でした。さて戻りまして、こちらチキンオーバーライス。サフランライスの上にヨーグルトとオリジナルスパイスに漬け込んでグリルしたジューシーなチキンがたっぷり。自家製サワーソースとピリッとスパイシーなシラッチャソースが絡み、複雑で癖になるような味になっていました。スパイスの香りが食欲をそそり、ボリューム満点ながら自家製ドレッシングのサラダもついていて、野菜もしっかり取れるような嬉しい一皿になっていました。ぜひ吉祥寺でカジュアルなランチを楽しみたい方は訪問してみて、その空気感に触れてみてほしいです。続いては2026年3月、吉祥寺サンロードにオープンしたばかりの新感覚ティースタンドミルティ吉祥寺店。晴れた朝から曇りの午後まで、一杯に込めたぬくもりと喜びをコンセプトに、どんな一日にも寄り添うような一杯を届けてくれるようなお店です。白と明るい木目を基調とした爽やかな外観に真っ赤な MI のロゴが鮮やかに映えるような可愛らしい佇まい。吉祥寺サンロード沿いを歩いていますと、思わず足を止めたくなるような存在感もあります。店内はミニマムながらイートインスペースも完備。ちょっとした休憩やカフェリアとしてもおすすめです。サンロードの喧騒から少し離れて、ドリンク片手にほっと一息つけるような場所としても重宝します。またメニューは非常に豊富。定番のタピオカミルクティーだけにとどまらず、マキアート、抹茶、ティーフロート、スムージーなどバリエーション豊かなラインナップになっています。さて、そんな店で今回いただきましたのはプリン入りタピオカミルクティー。グラスの底には自家製プリンと黒糖タピオカが沈み、上にはミルクティーが重なる見た目にも楽しいような一杯です。ストローで混ぜて一口飲んでみますと、黒糖のコクとミルクのまろやかさが口いっぱいに広がる一杯。さらにゴロッとしたプリンの味わいを感じながらいただけるようなスイーツのように楽しめる一杯になっていました。ぜひ皆さんもお試しください。続いては吉祥寺東急百貨店の中にお店を構えますナチュラルクレープ吉祥寺店。訪れた人が幸せな気持ちになれるとびきり美味しいクレープを届けたいと思いのもと、2004年に夫婦2人で移動販売からスタートしたクレープ専門店です。その後2008年に東京経堂に常設の1号店をオープン。現在は東京、神奈川、千葉に計10店舗を展開するまでに成長しました。そんな店の一つであります吉祥寺店は昨年2025年の8月にオープンしたばかりのお店です。移動販売の頃から変わらないのが素材へのこだわり。クレープ生地には国産小麦麦芽を使用し、毎日手作りで丁寧に仕込んでいます。缶詰やフルーツソースは一切使用せず、フレッシュな素材そのものの味わいを大切にしているのが特徴。無添加のあんこやごまソース、手作りのヨーグルトムースやキャラメルソースなど、トッピングにも妥協はありません。市販のチョコレートソースに満足できず、夜な夜な板チョコを手作業で削り続けた移動販売時代から、添加物を極力使わない安心安全の姿勢は今でも変わっていません。
そんな姿勢が店名のナチュラルにも込められているのかもしれません。また甘さ控えめで素材の風味を生かした仕上がりは、きちんと美味しいクレープを届けたいという思いそのもの。甘いだけのクレープとは一線を画す、素材にこだわった味わいが多くのリピーターに支持されています。クレープ生地は牛乳と有機豆乳の2種類から選べるのもポイント。豆乳生地は牛乳生地よりもちっとした食感で、さらにヘルシーな仕上がりです。ホイップやカスタードクリームも甘さ控えめに仕上げられていまして、罪悪感なく、しっかりと満足できる点も長く愛される理由の一つです。さて、今回いただきましたのは濃厚抹茶のプレミアムクレープ。鮮やかなグリーンの抹茶クリームがたっぷりと乗った見た目にもインパクトがあるような一品。その濃厚な味わいをぜひとも試してみてほしいです。そして今回最後にご紹介しますのはマーガレット・ハウエルカフェの吉祥寺店。英国を代表するファッションデザイナーマーガレット・ハウエルが手掛けるカフェ。吉祥寺駅から徒歩9分ほどの閑静な住宅街の一角に佇んでいます。モダン・ブリティッシュ、グッド・フード、グッド・サービスをコンセプトに1999年にフラッグシップ店神南に併設する形で1号店をオープン。その後、全国の直営店に併設する形で展開を広げています。2階がマーガレット・ハウエルのショップで、1階がカフェ。1階の空間は白を基調としたシンプルで洗練された空間が広がっています。大きな窓からは自然光が差し込み、開放感のある明るい雰囲気。ガラス張りの外観から店内の様子もよく見えまして、昼過ぎには女性客を中心に席が埋まる人気ぶりです。ウィメンズ、メンズ、ハウスホールドグッズと幅広くライフスタイルをプロデュースするマーガレット・ハウエルの食の世界観がこのカフェの中に凝縮されています。服や生活雑貨と同じく素材や品質に妥協しない姿勢がフードにも貫かれており、訪れるたびにブランドの世界観を全身で感じられるのが魅力です。本国イギリスから取り寄せたモダンブリティッシュスタイルのレシピをアレンジしたクオリティの高いフードを丁寧なサービスとともに提供しています。そんな静かでゆったりとした時間を過ごすことができます店内。喧騒から少し離れた立地も相まって日常を忘れてくつろげる隠れ家のような空間になっていました。今回はカフェタイムに訪問しましてカフェメニューを注文してるんですけども、ローストビーフのサンドイッチセットだったりとかキッシュセットなどフードメニューもありますので、ランチタイムの訪問も良さそうです。またコーヒー系のメニュー以外にも紅茶系のメニューも充実していますし、一部アルコールも提供していますので、営業時間自体は昼間の営業なんですけども、昼間のアルコールをいただくのもいいかもしれません。さて、そんなマーガレット・ハウエルカフェでいただきましたのはカフェラテ、そしてビクトリアスポンジ。カフェラテはビターなコクとまろやかなミルクが調和した飲みやすい一杯。ケーキの甘さとの相性が抜群で、最後までバランスよく楽しめるような組み合わせになっていました。そしてビクトリアスポンジ。まるで絵本から飛び出してきたような愛らしいビジュアルが印象的な一品。しっとりとしたスポンジの上に甘さ控えめの生クリームとみずみずしいイチゴをトッピング。フォークがスッと通るほど軽やかなスポンジは焼き菓子に近いしっとりとした口当たりになっています。さて、ここからはアフタートーク。春の楽しみ、食べ歩き、あなたがつい選んでしまうメニューはというテーマです。今回ご紹介した吉祥寺のお店に関しましては、食べ歩きを中心に楽しめるようなところも多かったかなと思っています。過去にもいくつかご紹介しています通り、吉祥寺は特に食べ歩きがおすすめなエリアで、井の頭公園だったりとか、ゆったりと腰を据えながら楽しめるようなスポットも多いです。そんな食べ歩きスポットとしまして、東京都内には幅広いお店があります。特に浅草も食べ歩きが主流なエリアになっていまして、個人的にはメロンパンの香りにつられてしまったりとか、あとは街を歩く中で様々な発見があります。もちろん皆さんの中でも普段立ち寄るようなエリアの中でいろんな食べ歩きがあるかと思っています。もちろんフードメニューのおすすめもお伺いしたいですし、ドリンク系でもこの食べ歩きが良かったよというものがありましたら教えてほしいです。最近だと品川エリア高輪ゲートウェイに誕生しました高輪ゲートウェイシティだったりとか、
大井町の大井町トラックス、過去にご紹介しました麻布台ヒルズなんかも、そのエリア全体が食べ歩きとしても楽しめるような空間になっていて、そのお店の中だけにとどまらず、そのエリア、その商業施設の中で楽しめるような工夫ができるかなと思っています。ぜひそんなスポット、エリア、あとは食べたいもの、おすすめだったドリンクなどありましたら教えてほしいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムの方では最新の情報をお届けしていますので、そちらのフォローもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。